16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は整形外科枕のサイズ、標準サイズとワイドターンという少し大きなサイズ、どちらを選べばいいんですかっていうお話をよく頂戴します。これにしっかり回答していきたいと思いますね。ちなみにどちらのこの大きさ使ってますか？標準サイズとワイドターン。私は大きいワイドターンサイズ使ってますね。使ってますね。実は私もそうなんです。そうなんですね。M さんは枕診断士ですので、当社の枕のこのサイズの販売実績としてはどのぐらいの割合だかご存知ですか？はい、ワイドサイズの方がだいたい7割、は標準の小さい方がだいたい3割ぐらいそうなんですね。やはりこちらのサイズが多く購入していただいているという結果にはなっているわけですね。はい、わかりました。しかし、どちらのサイズを選んでいいかなって悩まれるお客様もいらっしゃいますよね。実はこの枕の選び方のポイント、これは体格と好みで決めていただければよろしいかと思います。ただ好きなようにっていうわけではないので、この体格というところが結構重要なんです。ちょっとその前に、そもそもなぜこのような大きさになったかっていう整形外科枕の歴史、ルーツを説明したいと思うんですね。それは興味深いですね。はい、実は50年前、私の父である整形外科医の熊谷秀丸という、整形外科医の父がこの整形外科枕の原型を考えたわけです。当時はなんと昭和ですので、昭和の頃に、その頃は皆さん一家には1枚2枚座布団があったんですね。座布団の大きさっていうのはご存知ないかもしれませんけど、50×50 の正方形、これが結構多かったんですよ。大体これぐらいの大きさってイメージありますよね。お尻が乗っかってね、お尻がはみ出さない座布団の大きさ。この座布団を患者様のお家、ご自宅から持ってきてもらって、それをなんと輪ばさみでこう2つに裁断してたんですよ。裁断するとピッこうなりますよね。この1枚を使って、これを折りたたんだタオルケットとともに座布団枕っていうのを作ってたんです。その座布団枕を使うと、患者様の例えば首の症状が大変改善する、寝違えた方、肩こりがひどい方、頭痛の方、症状が改善するので、なんとかこの座布団をへたらない素材で商品化できないかっていうのを私の時代になって考えた。それでこの大きさを基準としたわけです。ですから座布団を2つに切った1つ分、50×25 っていうのがもともとのこの整形外科枕標準サイズの基本となったわけです。なるほど、そういうことだったんですね。理由があるっていうことですね。ではこの標準サイズからさらに大きなワイドターンという大きさができました。重ねてみると分かりますが、横幅が10センチ長い、奥行きが5センチ長くなっています。こうやって重ねてみてもよく分かるかもしれません。これぐらいサイズが異なるわけです。ではこのルーツが分かったところで、なぜこの大きな幅、奥行きのものが必要だったかというと、整形外科枕を販売していくと、やはりすごく体格の大きな方いらっしゃるんですよね。頭も大きい、それから肩幅も広い、肉厚もあって胸板が厚い、こういう方ですと寝返りを打った時にどうしても
こちらのサイズだと頭が落ちかける、もしくは落ちてしまうということが起こったんです。そしてこの10センチを広げ、奥行きも5センチ広げると頭が落ちなくなった、寝返りが楽になったということで、このサイズの必要性が出てきたわけですね。しかしこれは体格的な問題。さらにもっと好みで、やっぱり横を向いた時に十分枕にもうちょっと幅があるとなんか安心感があるわとか、その方が気持ちいいわっていう方も多いので、単に体格だけでなく好みも含めて選んでくださいねというふうに変わってまいりました。では実際に寝返りしてみましょうか。はい、左右に寝返り打っても頭は落ちません。十分寝返りができています。はい、ありがとうございます。でもちょっとどうです、端っこに来た時に若干ちょっと落ちそうかなっていう怖いなっていう感じはありますよね。なので完全に横向きになるとあんまりゆとりがない感じですよね。はい、では大きさ変えてみます。どうぞ左右に寝返りしてください。どうですか？これだと横を向いた時にこれだけ余裕がありますので、やっぱり目で見ても寝返りの深部感覚、深い感覚でも安定感ありますよね。やっぱり安心感が違いますね。これがもっともっとお体格が大きい、頭も大きい、お顔も長い、肩幅が広い、胸板が厚い、さまざまなより大きくなるお体格の方だと、枕そのものが、こういった小さな標準サイズの方だと少し枕ごと揺れちゃうっていうケースもあるんですよ。はい、なのでここは体格と好み合わせて選んでいただければということになります。はい、ありがとうございます。足を下ろしていただいて。先生、ちょっと質問があるんですけど、私がやっぱり計測をしている時に、女性の方、小柄な女性の方で、標準サイズとワイドサイズ、別にどちらでもいいかなっていう感じで迷ってる方がいるんですけど、そうなんですね。そういう時はどっちがおすすめですかね？はい、今説明してきたような基準で選んでいただくんですが、私個人としては今まで使っていただいた多くのお客様、また患者様の声を聞く限り、ワイドターンを使ってよかった、選んでよかったっていう方がたくさんいらっしゃるので、個人的にはワイドターンをおすすめしたいというところです。皆様ぜひ高さのあった枕でぐっすりと休んでいただくことを心よりお祈りしています。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。